エンター。こんにちは、入り口です。はい、今日の授業は、手もいいです。手もいいですかです。入り口日本語を見るときに守ってほしい3つの約束があります。まず1つ目、必ず自分の言葉にしてください。とにかく1つだけ覚える。自分の言葉にしたその1つだけをとにかく覚えましょう。覚えるときに状況を考えることです。覚えるときは動作を使ったり状況を考えて覚える。この3つです。手もいいです。手もいいですか？これは N 語の文法で許可の意味を持っています。この授業では日本人が日本人に話すときの自然な言い方を教えていますが、この言い方は結構自然です。日本人も許可を聞くときは何々してもいいですかっていう教科書と同じ敬語をよく使います。許可って結構初めて自分が知らない場所とか初めての場所で初めての人に質問したりするときにすることなので、敬語を使う場面が多いです。そして実際に敬語だと教科書と同じ何々してもいいですか、ここで写真を撮ってもいいですかのような使い方はします。なので、もし日本を観光しているときに、お寺の中でお寺の住職さんとかにここで写真を撮ってもいいですかって教科書と同じ使い方をするのは OK、正しいです。ただし、当然日本人の友達同士と話すときは、手もいいですかとか、手もいいですとは言いません。友達に直接許可をもらうときは、敬語の部分を外して、手もいい？手もいいよが使われます。明日家行ってもいい？明日ならうちに来てもいいよみたいな使い方ですね。意外とよく使うのが、友達にこれはいいのかなって許可されているのかなって友達に相談するっていうパターンが意外とよくあります。例えば博物館で、あれここって写真撮ってもいいのかなみたいな言い方です。お寺の中でここって水飲んでもいいのかなって許可されているのかどうか友達に聞くっていうシチュエーションが結構あります。この時は語尾にかなをつけます。かなっていうのは水量ですね。ここって勝手に入っていいのかな？このペン使っていいのかな？みたいな感じですね。でも一人旅ならともかく友達と一緒に旅行した時とかは結構友達に相談することが多いので覚えておくとめっちゃいいと思います。それでは今回の許可の手もいい？手もいいですか？を日本人らしい自然な言い方で日本人のスピードで例文上げていくので聞いてみてください。そして画面の前で一緒に喋ってみてください。先にご飯食べてきてもいい？時間あるから全然いいよ。コンビニ寄ってもいい？割り勘でいい？ごめん、ちょっとお金借りてもいい？ディズニーランドって自転車で行ってもいいのかな？靴脱がなくてもいいかな？それではクイズです。私がこれから教科書の話し方をするので、日本人の自然な言い方に直してください。ここに荷物を置いてもいいですか？もし旅行先のホテルでホテルの人に言うのなら、そのまま直さなくて OK。教科書のままで OK です。ただ、もし相手が友達だったら、ここに荷物置いていい？で、もし友達に相談するなら、ここに荷物置いていいのかなになります。それでは今日のまとめです。手もいいですかっていう許可の言い方は、初対面の人には教科書のまま使っても大丈夫です。友達に聞く場合も、です、敬語を抜くだけでいいので、これは結構覚えやすかったと思います。でも意外と友達に相談する手もいいのかなっていう場面も多いので、ぜひ使ってみてください。それでは次回お会いしましょう。入り口でした。エンター。